私が父から受け継いでる、今でも頭の中に残っている言葉があります。薄くて出刃の形をして、何が違うかっていうと、出刃っていうのはこういうふうに厚いのを出刃って言うんですけど、形は同じ形をしてるんですけど、厚みがこんなに違うんですね。魚をさばいたり骨を叩いたりするんですけど、大村湾の漁場っていうとアジが多かったりとか、サバとかそういう小さなものが多いですよね。だからもうこれ一本でさばいてしまうという、開いたり、お刺身もこれでバーッと切ったりで、農家からもらった野菜をこれでタクタク切ったり、このスタイル形っていうのが松原工場に一番歴史があるかなと。松原釜っていう昔から伝えられてきた農家のために、釜を作るということが始まりだったので、その流れでずっと来てるんです。ここが出っ張ってるのが全国には珍しいんですけど、通常はこれこういうふうに丸くなってるんですよね。それと絵がこういうふうに90度につくというのが特徴なんですよ。よその産地ってこういう絵がこういうふうに開いている、草とか土質とかそういったのに合った形ということで、僕らも受け継いでます。生まれた時から長男ということで、全ての人にここの跡取りだというような仕向けられた。それが嫌で大学行って、本当はもっと同じものづくりなんですけど、いろんなことをやりたかったんですけど、帰ってこいとうちの親父に言われて帰ってくる羽目になりましたけど。私はこの窯の需要が年々減るもんですから、もっと簡単に作ろうよと、単純に言うと手を抜こうよという話をしたんですね。そしたら、うちの父が激怒しまして、怒りまして、農家の片腕な窯は、この窯がきれいになったら作業が遅れるぞと。窯の手を抜いてよかもんかと。昔の農家の人たちって親戚が近所の人たちが集まってきて、一人一本窯を持って稲刈りをしてたんですね。今コンバインでバーッと買っていきますけど、その中で窯が切れなかったら一人取り残されていく。切れない窯の人は取り残されて作業が遅れていく。そうすると仕事にならんやろということをうちの父が話したんですけど、それが非常に今でも頭の中に残っています。この一言がなかったら、今の田中窯工業はなかったのかなという思いです。金物屋さんが、うちの取引だけで100件200件ぐらいあったんですけど、それが1割残らないぐらいになってしまってて、販売元がなくなっている。で私たちも、その間、うちの場合は技術を作りたい商品、どうしたら売れるかという商品とかっていうのをずっと、私自身は考えてました。15年ぐらい
前ですかね、アメリカのシカゴからメールが入って、海外の人たちっていうのは包丁に対して素材とかものすごく詳しいんですよ。こんなのはできないとか、こんなのはできないとかということで毎年バリエーションが増えてきてるんで、バタバタしてるばっかりなんですけど、これからは世界中の人が家族団らんで笑顔になればいいなという包丁を作ってるんですけど。僕が入ってきてからチャレンジし始めたものですね。なかなかこう鏡のように磨くっていうのが難しいので、包丁ってこう一回焼き入れすると熱をまた再度なかなかこう加えると良くないので、その中でどうこう綺麗に仕上げていくかっていうのが結構難しくて。切れ味はどうしても落としたくない、日用品として包丁って使っていただきたいので、そこはもう絶対欠かせない。究極はもうあんまり研がなくてもずっと切れるような包丁っていうのを目指してはいますね。なんで包丁が切れんばいか、釜は切れんばいかというところはやっぱり親父の言葉を使って、話もしましたし、私以上にしつこく切れ味にこだわるので、もうしょっちゅう喧嘩はしてます。そうですね。やっぱ父の時の包丁作りとまたこれからといろいろこう変わっていく中で意見の違いがどうしてもこう時代の流れであると思うので、そこら辺はもう話し合いながら、喧嘩もして意識を高めていっているような状態ですね。うちの父の時代以上の前の工程を、引っ張り出してきたりして、今まで以上のものを作るという、今でも努力をしてますし、大事に今も製造をしています。見ただけで、この包丁だって思ってもらえるような